ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬそう。いつどのようなことが起きても、それはどこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取次の圏内にあることと分かっていても、びっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬと仰せられるが、そこは凡夫のこと。少なからず心は動揺する。そんな時は神様に心を向け、心を静める願いをすることである。神様は少しも驚いていぬかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようなおかげをくださる。金光大臣のおかばいがあるからである。よくこの52節はいただきますね。驚いてはならぬと。驚いてはならぬと仰せられますけれども、驚くことがよく起きますね。しかしその驚くその内容が、いわば困ったなという驚き方もあれば、喜ぶ驚きにもつながるものがありますね。その驚くほどしに良いことが起こってきて、そして喜ぶといったようなこともありますね。信心の驚きと喜びと師匠は表現しておられますけれども、その信心の驚き、これは大いにいただかねばならないと思いますね。昨日はちょっとした驚きがやはりありました。それは昨日のお話の中で、おととい一昨日ですね、師匠の研修の録音を聞かせていただき、その中で師匠が昨日のご理解はとおっしゃってありましたと。それで日にちから換算して3月16日のご理解だと思いましたので、それをいただきましたというようなお話をさせていただいたと思います。その同じ研修の録音を、それはおとといの話ですね。ですから今度は昨日改めてまた聞かせていただいたのです。そしたらそれこそ驚きました。一昨日いただいた時には昨日の朝のご理解と聞こえたのですけれども、昨日ですね、いただいた時には今朝のご理解と聞こえてきました。あれ、私は間違ったことをお話ししたのだろうかと。昨日のご理解と言っておられたけれども、今聞くと今朝のご理解と聞こえてくると。ある意味びっくりしましたね。これは私が間違ったことをお話ししてしまっただろうかと。それでまた昨日は今朝のご理解とおっしゃってありましたから、これは3月17日のご理解かなと思い、そちらもいただかせていただきました。内容としてはやはりそのご神徳をいただくということの大切さ、そのご神徳をいただくための精進といったようなことのお話でしたから、内容的には間違いではなかったように思います。しかしその私の耳に聞こえてきた、それが昨日のご理解と聞こえたり、今朝のご理解と聞こえたりしていたわけですね。
そのことが驚きでした。一体どちらが本当なのだろうかと思って何度も何度も聞き返しましたけれども、ある時は昨日のご理解と聞こえたり、ある時は今朝のご理解と聞こえたりするのですね。これは私の耳がおかしくなったのだろうかとも思うようなことでしたけれども、また iPhone を使って聞いておりますが、ちょっと古い iPhone ですけれども、それで聞いたときと、今度はパソコンで聞いたときとではまた聞こえ方が違うのですね。それも何か作業をしながら、例えばお届け帳を書きながら、ながらをしながら聞いたときと、耳を澄ませて聞いたときとでもまた聞こえ方が違うのです。面白いですね。ある時は昨日のご理解と聞こえてきたり、どう聞いても昨日のご理解と聞こえるのですね。それがまた別の時には今朝のご理解と昨日の朝のご理解と聞こえたり、今朝のご理解と聞こえたりするのですね。まさに師匠のご理解は玉虫色だなと。天衣無縫とおっしゃっておられたが、まさに天衣無縫だなと。その時のその人の心の状態とか、その聞き方の状態によって聞こえ方が違ってくるのですね。それで改めてまた師匠がおっしゃっておられたことを思い出させていただいたのですけれども、その研修の中にやはりおっしゃっておられましたが、理屈ではないと。例えばそれが何ですか、音声を科学的に分析して、これはこういう音が出ていると。だからこういうことを話しておられると科学的に分析ができたとしましょうか。それで白黒がついたとしましょうか。信心はそうではないのだと。いわゆる理屈ではないと。その神様が私どもに訴えてこられるのはその理屈ではなく感性、私どもの感性に訴えてこられることが多いようですね。ある意味その第六感というのでしょうか。感ですね。その感で、これは神様のメッセージだといただけば、確かにそれが神様のメッセージであるわけですね。ところがそれをただ雑音だと、雑音といただけば雑音でしかないのですね。ありますね。何かお話をしている、何かしている音がする。あれはただ雑音が鳴っただけだといただけばそれだけなのですけれども、これは神様のお勇みだといただけばお勇みですね。そしてこちらの心も弾んできますね。そういういわゆる第六感を磨いていく。その第六感で感じるセンスというのでしょうかね。そういうものを大切にしていかなければならないということなのですね。それが科学的にとか客観的にとか言って白だ黒だということではない世界。第六感で感じる世界がそこにはあるということなのですね。特に師匠の信心の場合にはそういうものがあるように思いますね。どうでもこれは神様からのメッセージだ
とピンと感じる、その心を磨いていかなければならない、大切にしていかなければならないということですね。それには例えば同じことを言われておっても、昨日感じることと今日感じることと、それがまた異なっている場合もあり得るということですね。その時点で感じる心を大切にさせていただかなければなりませんね。そこにはそれこそ信心の驚きと喜びがいただけれるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。